20世紀最大の科学者の一人であり、私たちの世界観を根本的に変えたアルベルト・アインシュタインの名言をご紹介します。アインシュタインは相対性理論の発見者として知られているだけではなく、深い洞察力と独自の視点を持つ思想家でもありました。アインシュタインの名言は日常生活に役立つだけではなく、自己成長や新しい発想へのヒントを与えてくれるでしょう。それではアインシュタインの名言の世界へと一緒に旅していきましょう。あなたが持っている最高の武器はあなたの頭脳である。私たちが持っている一番の力は自分の頭脳であり、それを使いこなすことが大切だという意味。困難な状況や問題に直面した時こそ、自分の知恵や考え方を駆使することが最も効果的だと伝えています。天才とは終わりのない忍耐を持つ者のことである。アインシュタインは偉大な成果を達成するためには、忍耐強く努力を続けることが重要だと信じていました。すべてのことには何らかの理由がある。だからそれを見つけ出すことが大切だ。どんな出来事にも必ず理由があり、その理由を理解することが大切だと説いています。ただ出来事を受け入れるだけではなく、その背景や意味を理解することで成長や新しい発見につながることを示しています。私は特別な才能を持っていない。ただ情熱的に好奇心が強いだけだ。アインシュタインが自分には特別な才能があるわけではなく、ただ強い好奇心を持っているだけだと述べています。新しいことを知りたいという気持ちが彼の成功の原動力であったことを示しています。喜びを共有することは2倍の喜びを得ることだ。喜びを他人と共有することで、その喜びが大きくなるという意味。アインシュタインは幸せや喜びは他人と分かち合うことでさらなる価値が生まれると考えていました。最も価値のある知識は直感である。直感こそが最も価値のある知識であるという意味。議論や論理だけではなく、直感的な洞察力が重要な役割を果たすと信じることで、新しい視点や発見が生まれるという考えです。重要なのは成功することではなく、価値のある人生を送ることだ。アインシュタインは目指すべきは成功そのものではなく、その過程での学びや成長に価値を見出すことだと考えていました。偉大な精神は常に平凡な心の激しい反発に遭う。優れたアイデアや考え方を持つ人は、しばしば普通の考え方をする人から強い反発を受けることがあります。新しい発想や革新的な考えは、時に理解されにくく反対されることがあるけれど、それでも自分の信念を貫くことが大事だと伝えています。真の進歩は、失敗の恐怖を克服することから始まる。アインシュタインは失敗を恐れずに挑戦することで、真の成長と進歩が達成されると考えていました。簡単にできることに時間を使うな。むしろ難しいことに挑戦せよ。簡単にできることに時間を費やすよりも、自分を成長させる難しいことに挑戦するべきだという意味です。アインシュタインは成長や進歩は挑戦から生まれると考えていました。最も重要なのは何を知っているかではなく、何を知らないかを知ることである。自分が何を知らないかを理解することが成長や学びにとって最も重要であるという意味。謙虚さを持ち、自分の知識の限界を認識することで、さらなる知識や理解を追求できるということです。偶然は神が匿名で行動する方法である。偶然に起こる出来事も、実は何かしらの意図があるかもしれないという考えです。アインシュタインは、私たちが偶然と思うことでも、宇宙の何らかの意図が働いているかもしれないと感じていました。
日常の出来事を受け入れ、その意味を探ることの大切さを伝えています。怒りは正当化されたとしても、人を食い尽くす炎となる。怒りは愚か者の胸にしか宿らないという意味。怒りをコントロールし、冷静な判断を保つことの重要性を説いています。最も理解しやすいものこそが、最も深淵である。宇宙が非常に広大で複雑であるにもかかわらず、人間がそれを理解できるという事実が驚くべきものであるという意味。科学の脅威と人間の探求心の偉大さを称えています。人生は自転車に乗るようなものだ。バランスを保つためには動き続けなければならない。人生を前に進め続けることの大切さを自転車に乗っている時のバランスを保つことに例えています。止まってしまうと倒れてしまうように、人生でも前進し続けることで安定を保つことができるというメッセージです。自由の本質は自分の行動に対する責任を持つことにある。アインシュタインは、自由とは好きなことをすることではなく、自分の選択や行動に対して責任を取ることだと考えていました。間違いを恐れず、あらゆることに試みる勇気を持つことが重要だ。失敗を恐れずにいろいろなことに挑戦する勇気を持つことが大切だという意味。新しいことを試みることで成長できると伝えています。人間の最大の弱点は、他者に依存しすぎることである。独立して考え、行動することの重要性を強調し、注意を促してくれています。無知であることは、学ぶ機会を持たないことを意味する。無知であることは、学ぶ機会を失っている状態であるという意味。学ぶ機会を持つことが人間の成長と発展にとって非常に重要であると強調しています。無知であることよりも不幸なことはない。無知であることが最も不幸な状態であるという意味。知識を持たないことが人生の質を低下させるとし、常に学び続けることの重要性を説いています。論理はあなたを A から B へと導くが、想像力はどこへでも連れて行く。論理的な考え方が現実的な解決策を示す一方で、想像力は無限の可能性を開く力を持っているという意味。論理と想像力の両方をバランスよく使うことで、新しい発見や進歩が生まれると説いています。平和を望むなら、教育を通じて心を変えなければならない。アインシュタインは、教育が平和な社会の基盤を築くと信じていました。一度も失敗したことがないというのは、新しいことに挑戦したことがないということだ。失敗を恐れずに新しい挑戦をすることが成長につながり、大切な経験になると強調しています。無限の宇宙と人間の愚かさには限界がないが、後者については確信が持てない。宇宙の広大さと人間の愚かさには限界がないという意味ですが、人間の愚かさについては特に強調しています。アインシュタインはユーモアを交えながら、人間の無知や過ちに対する批判的な視点を持っていました。何を学んだかではなく、学び続ける意志こそが重要である。過去に何を学んだかではなく、常に新しいことを学び続ける姿勢が重要であるという意味。学び続けることで成長し続け、変化する世界に対応できるようになるというメッセージです。未来は今日の私たちの行動によって形作られる。未来は私たちの現在の行動によって決まるという意味。アインシュタインは今の行動や選択が未来を築く土台となると信じていました。
少数の人々によって変革が起こることがほとんどである。大きな変革や進歩は、しばしば少数の情熱的な人々によって引き起こされるという意味。変革には強い意志と行動力を持つ少数の人々の力が必要だと教えてくれています。神はサイコロを振らない。宇宙が完全にランダムではなく、秩序と法則によって支配されているというアインシュタインの信念を表しています。彼は宇宙には一定の法則性があり、それを理解することが科学の目的だと考えていました。自己満足の世界に安住するのではなく、常に新しい挑戦を求めよう。自分に満足せず、常に新しい挑戦を求め続けることが重要であるという意味。現状に甘んじるのではなく、成長し続けるためには挑戦し続けることが必要だと説いています。私たちの仕事は、すべての人に平等の権利を持たせることである。すべての生物や自然に対する思いやりの心を広げることで、自分たちを解放し、すべての人に平等の権利を持たせるべきだという意味。広い心を持つことの重要性を強調しています。無限の宇宙を理解するためには、常識を捨てなければならない。既存の常識や固定観念を捨てることができれば、無限の宇宙を理解できるという意味。新しい知識や理解を得るためには、自由で柔軟な思考が必要だと説いています。平和のために戦う準備をするのではなく、心を変える必要がある。平和を達成するためには、戦争の準備をするのではなく、私たちの心の在り方を変えることが重要だという意味。内面的な変化こそが真の平和をもたらすとの考えです。真実を理解するために偏見を捨てることが必要だ。自分の偏見や先入観を捨てて物事を客観的に見ることが重要だという意味。先入観にとらわれずに物事を見つめることで、真実に近づけると説いています。本当に理解しているなら、それを簡単に説明できるはずだ。真に理解しているなら、その概念を簡単に説明できるはずだという意味。複雑なアイデアをシンプルに伝えられる能力が深い理解の証であると伝えています。平和は力によって保たれるものではなく、理解によって保たれる。平和は力で強制するものではなく、お互いを理解することでのみ達成されるという意味。アインシュタインは、対話と理解が平和の鍵であると考えていました。シンプルさは究極の洗練である。物事をシンプルにすることが最も洗練されたやり方であるという意味。アインシュタインは複雑な問題でも本当に理解している人はそれをシンプルに説明できると信じていました。複雑に見えることでもシンプルに捉えられるようになることが最も高度で優れた方法であることを伝えています。科学の進歩は常に新しい疑問を生み出す。科学が進歩するにつれて、さらに多くの新しい疑問や課題が生まれるということです。科学の探求が続くという考え方を示しています。人間は自分が役に立つ限り生きるべきだ。人間は自分が社会や他者に役立つ限り生きるべきだという実用主義的な考えを示しています。誰かに役立つ存在であることが人生の価値だと説いています。好奇心は何よりも大切である。知識を持つことよりも新しいことに興味を持ち、知りたいと思う気持ちが大切だという意味。好奇心が新しい発見や成長の原動力になるというメッセージです。問題を解決するためには、その問題の根本を理解する必要がある。問題を解決するためには、
まずその根本原因を理解することが必要であるという意味。問題を表面的に対処するのではなく、深く掘り下げて理解することが解決への道だとしています。寛容であることは真の強さの証である。他人の違いや考え方を受け入れることが本当の強さであるという意味。尊重する力が真の強さであり、社会をより良くするための基盤であると考えていました。個性は多様性の中にこそ輝く。他人の個性は多様な環境や人々の中で最もよく発揮されるという意味。アインシュタインは多様性の中でこそ個々の個性が際立ち社会に貢献できると考えていました。成功者になろうとするのではなく、価値のある人間になろうとしなさい。単に成功を追い求めるのではなく、自分の価値を高めることに重点を置くべきだという意味。他人に対する貢献や誠実さを持つことが、より価値のある人生を送るための鍵だと伝えています。新しいアイデアは、自由な心と柔軟な思考から生まれる。アインシュタインは、既存の枠にとらわれず自由に考えることで、革新的な発想が生まれると信じていました。偉大な発見は、偶然の出会いから生まれることが多い。大きな発見や革新は予想していなかった出来事や偶然の出会いから生まれることが多いということ。時には思いがけない出来事が新しいアイデアや発見につながることがあるので、常に柔軟な姿勢で物事に向き合うことの大切さを示しています。平和を望むなら戦争に備えよという考え方は間違っている。戦争の準備をすることが平和につながるという考え方は間違っているという意味。平和を達成するには戦争の準備ではなく、対話と理解が必要だと説いています。最も幸福な人は物ではなく経験を大切にする人である。物質的なものよりも人生の経験を大切にすることが幸せにつながるという意味。アインシュタインは物ではなく経験や思い出が人を豊かにし幸せにする力があると考えていました。時間の概念は私たちの経験に基づく幻想に過ぎない。過去、現在、未来という時間の区分は私たちの認識の中で作られた幻想に過ぎないという意味。アインシュタインは時間の概念は私たちの経験によって形成されたものであり、絶対的なものではないと考えていました。直感は神聖な贈り物であり、理性は忠実な使用人である。直感と理性の両方が重要であるが、直感は特別な才能であり、理性はそれを補助する役割を持っているという意味。直感と理性のバランスが重要だとしています。個々の違いは尊重するべきものであり、それが社会の豊かさを生む。アインシュタインは、個々の違いが集まることで社会が多様で豊かなものになると信じていました。違いを受け入れることが社会全体の成長や発展につながると伝えています。誰かが私たちを反対した時にこそ、私たちのキャラクターが試される。他者からの反対に直面した時こそ、私たちの本当の人格や強さが試されるという意味。アインシュタインは、困難な状況での対応が人の本当の価値を示すと考えていました。最も重要なものは、見ることのできないものにこそある。人生で本当に大切なものは、目に見える物質的なものではなく、愛や友情、感動などの目に見えない感情や経験だという意味。アインシュタインは、心で感じるものこそが本当に価値のあるものだと考えていました。経験とは、知識に価値を与える唯一のものだ。知識だけではなく、
それを実際に体験することが知識に本当の価値を与えるという意味。経験を通じて得た知識こそが本物であり、それが人間の成長や理解にとって重要だと説いています。最も重要なことは、何が真実であり、何が嘘であるかを見極める力を持つことだ。真実と嘘を見極める力を持つことが最も重要であるという意味。情報が溢れる時代において、何が本当で何が偽りなのかを見抜く力が必要だと強調しています。自分の幸せを求めるなら、他者のために生きることを考えよう。幸せな人生を送りたいなら、他人のために生きることを考えるべきだという意味。他者に貢献することが自分自身の幸せにつながると伝えています。知識には限界があるが、想像力には限界がない。アインシュタインは想像力が新しいアイデアや発見を生み出す力を持っていることを強調し、知識を超えた発展の可能性を大切にしていました。成功の秘訣は失敗を恐れないことである。アインシュタインは失敗を恐れないで何度でも挑戦することで真の成功に近づくと考えていました。人類の進歩の最大の敵は無知と無関心である。アインシュタインは進歩のためには知識を深め、積極的に関心を持ち続けることが必要だと考えていました。真実を見つけるのは簡単ではないが、それがなければ正義はない。真実を見つけることは難しいことですが、それなしには正義を実現することはできないという意味。正しい判断や公正な行動のためには、真実を追求することが不可欠だと伝えています。真の天才とは、限界を超える能力を持つものである。真の天才とは、自分の限界を超えることができる人だという意味。固定された考え方にとらわれず、自分の能力や理解の限界を超えて成長し続けることが、革新や進歩を生むと伝えています。最も深い真理は、しばしば最もシンプルである。本当に大切なことや深い真実は、実はとてもシンプルなものだという意味。複雑な問題の革新には、シンプルな答えがあることが多いと教えてくれています。創造性は好奇心を続ける勇気を持つことである。創造性とは、常に新しいことに対する好奇心を持ち続け、それを追求する勇気を持つことだという意味。好奇心が新しいアイデアや発見の原動力になると伝えています。知識よりも経験が重要である。知識だけではなく、実際の経験が理解を深めるために不可欠であるという意味です。経験を通じて得た知識が最も価値があるということです。直感は、まだ出会っていない知識への道しるべである。アインシュタインは、理性や分析だけではなく、直感的な理解が新しい発見につながることがあると信じていました。成功は結果だけではなく、過程の中で見つけるものである。アインシュタインは、目標に向かう途中で学び、成長することこそが真の成功であると考えていました。知恵のある者は、常に自分の知識の限界を認識している。賢い人は自分の知識の限界を理解しているという意味。謙虚さを持って自己を認識し、学び続けることが重要だと伝えています。想像力は限界を変えるための最初のステップである。想像力が現実を変えるための第一歩であるという意味。現実を変革するためには、
まず新しいビジョンを創造することが重要だということです。人の価値は何を得るかではなく、何を与えるかにある。アインシュタインは他者への貢献が人間の本当の価値を示すと考えていました。知識を超えて想像力の世界へ飛び込め。知識の枠にとらわれず、自由な発想を使って新しい世界を探求することの大切さを示しています。発見や発展には枠にとらわれない自由な発想が必要です。教育とは、学校で習ったことをすべて忘れた時に残るものだ。教育の本当の価値は、学校で学んだ具体的な知識を超えたところにあるという意味。教育は人間の思考力や判断力を育むものであり、ただの知識の蓄積ではないと説いています。自分の直感に従う勇気を持つことが重要だ。アインシュタインは内なる声や感覚を信じることで新しい発見や成功につながると考えていました。自分の直感を大切にし、それを行動に移す勇気を持とうというメッセージです。他人の批判を恐れず、自分の考えを貫く勇気を持つべきだ。自分の意見や考えを貫くことが重要であるという意味。独立した思考を持ち、それに基づいて行動する勇気を持つことの重要性を強調しています。人生には2つの生き方しかない。奇跡がないかのように生きるか、すべてが奇跡であるかのように生きるか。人生をどう捉えるかによって全く違った生き方ができるという意味。アインシュタインは全てを奇跡と見ることで人生の価値を高めることができると信じていました。人生の価値は何を成し遂げたのかではなく、どれだけ他者を助けたかにある。アインシュタインは他者に貢献することが人生の本当の意味だと考えていました。教育の目的は事実を知ることではなく、考える力を養うことである。教育の目的は単に事実を覚えることではなく、考える力を養うことだという意味。教育を通じて人々が自分で考え、問題を解決する力を身につけることが重要だと伝えています。問題を見つけること自体が答えを見つけるための第一歩である。問題を特定することが解決策を見つけるための最初の重要なステップであるという意味。問題を正確に認識し、理解することで適切な解決策が見つかると伝えています。知識は経験に根ざしたものである。知識は実際の経験に基づいて形成されるべきだという意味。学問や理論だけではなく、実際に体験することが知識を深める鍵であるとしています。人間の真の価値は何を与えるかによって決まる。人間の本当の価値は自己からどれだけ解放され、他者にどれだけ貢献できるかによって決まるという意味。自己中心的ではなく、他人に対して貢献することが大切だと伝えています。科学の目的は新しい知識を得ることではなく、古い知識を改善することにある。科学の本来の目的は新しい知識を増やすことではなく、既存の知識を深めたり改善したりすることにあるという意味。新しい発見も既存の知識をより良くするためのものだというメッセージを伝えています。常識は18歳までに身につけた偏見のコレクションに過ぎない。常識とは幼少期に形成された偏見の集まりに過ぎないという意味。新しい視点や考え方を受け入れるためには、過去の固定観念を捨てることが大切だと説いています。
物事を複雑にするのは誰でもできるが、シンプルにするのは難しい。物事をシンプルにするには、本当の理解と技術が必要だという意味。深い理解があればこそ複雑なことを簡単に説明できます。シンプルさは洗練と知恵の証です。恐怖は知識の欠如から生まれる。恐怖は無知が生み出すという意味。知識を深めることで恐怖を克服できると考えて、学ぶことの重要性を強調しています。信じることは理解の第一歩である。何かを理解するためには、まずそれを信じることが必要だという意味。アインシュタインは、深く理解するためには、まず心を開き、信じることから始めるべきだと考えていました。学ぶのをやめたとき、人は老いる。20歳でも80歳でも関係ない。学び続ける者は若いままである。学びをやめると精神的な活力も失われるという意味。年齢に関係なく常に新しいことを学び続けることで心を若く保つことができると信じ、学ぶ意欲が人の若さを保つ鍵だと考えていたのです。知識を持つことは良いことだが、知恵を持つことはもっと良い。知識を持つことは重要ですが、知識に基づいた行動や判断をする知恵の方がさらに価値があるという意味。知恵を持って行動することの重要性を強調しています。本当に重要なのは、どう感じるかではなく、何をするかである。本当に重要なのは自分の感情ではなく、実際に何をするかという行動であるという意味。行動が結果を生み出し、現実を変える力を持つと伝えています。科学の背後には、宇宙の美しさに対する畏敬の念がある。科学者の研究心の背景には、宇宙の美しさや神秘に対する深い敬意があるということ。科学の発展は自然界や宇宙の魅力に対する感動や驚きから生まれると考えています。現実とは、幻想が崩れた時に残るものである。私たちが見たり感じたりする現実は一種の幻想であるという考えを示しています。アインシュタインは物理学や哲学の観点から現実は私たちの感覚や理解を超えたものであると信じていました。現実の裏にある真実を見つけることが大切だというメッセージです。学ぶことをやめるということは、成長をやめることを意味する。生涯を通じて学び続けることの重要性を説いており、新しいことを学ぶことで自分自身も常に進化し続けることができると伝えています。最も重要な問題は、他者の幸せを促進する方法を見つけることだ。他人の幸せをどうすれば増やすことができるかを考えることが最も重要な課題であるという意味。他者を思いやり、助け合うことがより良い社会を作るために必要だと伝えています。優れた心は他人を気にしない。優れた心を持つ人は他人の意見に左右されず、自分の考えを持つことが重要であるという意味。他人の批判や評価を気にせず、自分の信念を貫くことの重要性を強調しています。問題は、それを作り出した時の意識レベルでは解決できない。問題を解決するためには、それを生み出した時の考え方や視点、新しい意識が必要だという意味。既存の考え方にとらわれず、革新的なアプローチを取ることが重要だと伝えています。想像力は知識よりも重要だ。知識は既存の情報に基づいていますが、想像力は新しいアイデアを生み出し、未知の領域を探求する力を持っているという意味です。
科学や学問の進歩には既存の枠を超えて新しい視点を持つことが不可欠であると説いています。重要なことは疑問を持ち続けることだ。学びと成長には絶えず問いかけ続けることが不可欠であるということです。新しい知識や理解を得るためには好奇心を持ち続けることが重要だとしています。現実は非常に固執する幻想に過ぎない。私たちが経験する現実は実際には非常に頑固な幻想であるという意味。物質世界を超えた現実の深い性質に対する理解を促しています。現実を固く考えるよりも柔軟に考えることの大切さを伝えています。人生は次の問題に取り組むことで構成されている。人生は次々と現れる問題を解決することで成り立っているという意味。人生の進行は常に新しい課題に取り組むことによって成り立つとの考えです。我々の道徳的責任は我々が知り得ることよりもはるかに大きい。私たちの道徳的な責任は単に知識を持つことを超えてより広い範囲にわたるべきだという意味。正しい行いをするためには知っていること以上に大切な価値観や倫理観があると考え、知識だけではなく行動や態度も大切にしようというメッセージです。